要求としては発見した。皆さんの体重がちょっとやばいことになってます。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。2人部屋になります。結構長期期間海に出たりすることもあるので、割と充実した部屋で過ごさせてもらってます。ここはトイレになります。私がここのトイレを毎朝早く来て掃除を行っております。船っていうのは水が限られていて、トイレを流す水は海水を使うようにしています。この赤いバルブをひねると海水を下から吸い上げて海水で流すという仕組みになっています。今日使う食材になります。サーモンカツレツとポテトサラダ、レンコンと小松菜の炒め物とさつま汁になります。今日は、16名程度になります。いろんな工夫とか自分たちのその調理する環境を整えるというか、船が揺れますと鍋も揺れてガス台から落ちてしまうことがあるので、こういうガードする棒があります。あとは包丁とかも飛び出したりとかしてしまうと危ないので、この中に収めています。船が揺れてたりとかすると足を安定させて調理をするっていうのが結構ありますね。あまりにもひどい時は包丁持っての調理もできないですし、その時はちょっと一旦調理をやめるとか、もともと考えていたメニューが作れないってこともあるので、メニュー変更という場合があります。通常このくらいの大きさの船だと1.5 坪ほどあります。もともと私が食べるの好きなので多めに作ってしまうんですけど、おかわりできるぐらい作ってしまうので、皆さんの体重がちょっとやばいことになってますさっきのそのまま棚に置いただけでは揺れで倒れてしまったりするので、穴を開けてもらったやつに入れてるっていう感じですね。
鹿児島県産のレモンみたいです。でちょっと普通のレモンよりもオレンジっぽい、たまたま買ったのがそれでした。で今一人なので早めに仕込みをやったりとか、一応頭の中ではシミュレーションはしてるんですけど、なかなか思ったよりも時間かかってしまいますね。提供できる時間帯が11時半っていうのが仕上げの時間に入らないといけないんですけどな。ただちょっとだいぶ、できてないです。準備をそろそろお願いします。おめでとう。よっしゃてこや。やっぱり時間が限られているので素早く行ってます。汁を先に持っていきます。まだですけど、先に持っていきたいです。このクレイジーソルトで味付けをしてます。香りをつけるのにパン粉の中にバジルを入れてます。じゃあ焼いていきます。ちょっとやりすぎちゃいました。これで完成になります。はい。数足りないと思うんですけど、後でまたやるんで。わかりました。炊いてますんでお願いします。危なっ。でもこれのことないですか。かわいそう。何枚？あ、1枚。あ、じゃあいい。あ、さっき2枚。2枚。大丈夫です。大丈夫。あ、お願いします。はい。もりもりでいいですか。あ、ご飯ですか。もりもりでお願いします。これ、はい、これですか。はい、こうしなって。違う、子供見栄えがいいぞ。本当ですか。ありがとうございます。そうやろ。はい。すごい。あれか。ほら。もう2杯いきます。食事。よし。うまっ。これ。焼肉やってくれるんですよ。
提案されたんですか？レモンのかっこいい絞り方です。美味しいです。私の食事でいいのかなって思いながら毎日作ってます。美味しいよって言ってくれるので、また張り切って大量に作ってしまいます。ごちそうさまです。ありがとうございました。はい。これから訓練開始したいと思います。搭載艇よろしくお願い。搭載艇よろしくお願いします。はい。固定作回覧。固定着回覧。固定着回覧。よし。了解。じゃあブーム上げていきます。ブーム上げ。はい、左面固定。はい。はい、止め。はい、止め。チェント下げ。下げ。搭載艇出発します。はい。ワイヤー伸ばします。ワイヤー伸ばせ。ワイヤー伸ばせ。引け。エンジン起動します。はい。エンジン起動。はい。はい、了解します。後方よ。後ろよし。この訓練はですね、海上で見つかった要救助者を素早くこの本船に乗せている搭載艇を使って揚収し、本船に移乗して助けるという訓練をしております。離れすぎず左旋回します。はい、オッケーオッケー。要救助者発見した。これより揚収作業にかかる。どうぞ。ネット用意する。持っといて持っといて。頭から進んでいきます。はい、ホーム投げる。はい。全部取った。はい、こう取った。ワイヤー巻きます。ワイヤー巻け。乗船する。はい、こっち持った。足持ったよ。大丈夫ですか？もう少しですよ。1、2、3。はい、CPR 開始する。3、4、5、1、8、9、40、1、2、3、4、5。患者から離れてくだ離れてください。ショックを実ショックする。用意、点。ショックが完了しました。大丈夫ですか？閉めていいですか？はい、お願いします。はい、閉めます。浮上注意。はい。了解。はい、渡す。ワイヤー伸ばせ。よし。訓練終了、お別れ。よいしょ。ありがとうございました。もともと海で仕事をするのが夢でして、で海上保安庁という仕事を知ってから海上保安官を目指すようになりました。人のために役立つ仕事っていうのは非常にやりがいがあって、私自身も人のためになりたいと思っていたので、非常に自分に合った仕事だと思います。プレッシャーは感じますね。一人一人、いろんな仕事があって、一人が仕事を失敗するとチームに迷惑をかけてしまうっていうのがあるので、やはりそのプレッシャーというのは大きいです。船の飯ってどうですか？そうですね、力の源ですね。若手職員とかは特に力仕事が多いので、ご飯っていうのは非常に大事です。今現場に配属されてから2年が経ちました。主任の立場なので上層部の幹部と若い
司法の人たちのちょうど中間の立場になっております。何でも訓練にしても実動に必ずつながるような訓練になっているので、いつも現場を意識して仕事をしているので、毎日やりがいのある仕事になってます。船の飯どうですか？そうですね、海上保安官いつ何時も現場を意識して体は大事になってきますので、食事が美味しかったりすると体の健康にもつながりますので、日々の仕事の糧になってます。